少年が振り向くと、新しい友人はどこにもいなかった。人々がせわしなく行き来し、叫んだり買い物をしたりしていた。見知らぬ食べ物の香りが充満していた。しかし新しい友人はどこにも見当たらなかった。友達は偶然自分から離れてしまっただけだと少年は信じたかった。その場所で友達が戻ってくるのを待つことにした。市場の喧騒を聞きながら少年はずっと待っていた。少年は太陽が沈んでいく様子をしばらくの間眺めていたが、やがてその太陽は広場を取り囲んで立っている白い家の向こうに隠れてしまった。その朝太陽が昇った時のことを彼は思い出した。少年は向こう側の大陸にいて60頭の羊を持ち、少女と会うのを楽しみにしていた。太陽が沈みかけている今、彼は別の国にいた。見知らぬ土地のよそ者で、その土地の言葉を話すことさえできなかった。少年はもはや羊飼いではなかった。何も持っていなかった。かえって一からやり直すお金もなかった。自分が情けなかった。神様は不当にも自分の夢を信じた者をこんな目に遭わせたのだ。彼は涙を流して泣いた。羊を持っていたとき、僕は幸せだった。そして僕の周りにいる人々を幸せにできた。しかし今、僕は一人ぼっちで悲しい。彼は自分の袋を開けて中に何が残っているのか調べてみた。多分船の中で食べ残したサンドイッチが少しあるだろう。しかし彼の見つけたものは重たい本と上着と老人がくれた2つの石だけだった。石を見ていると彼はなぜかわからないがほっとした。彼は6頭の羊とその2つの石を交換したのだった。この石を売って帰る切符を買うこともできる。今度は騙されないようにしようと少年は思った。今になってバーの主人があんなに怒っていた理由が分かった。彼は僕にあの男を信用してはいけないと言おうとしたのだ。僕は他の人と同じなんだ。本当に起こっていることではなく、自分が見たいように世の中を見ていたのだ。彼はその石の感触を味わっていると、老人の言葉を思い出した。お前が何か望めば、宇宙のすべてが協力して、それを実現するように助けてくれるよ。この石は、ウリムとトムミムという名だ。お前が前兆を読むのを助けてくれるよ。少年は石を袋の中に戻して実験をしてみることにした。黒い石ははいという意味で、白い石はいいえという意味だ。僕は宝物を見つけますかと聞いて、彼は袋の中に手を突っ込んだ。そして二つの石のうちの一つを探るうちに、石は二つとも袋の穴から押し出されて地面に落ちた。少年は袋に穴が開いているのを今まで知らなかった。石を見つけて袋の中にしまうために彼は膝をついた。しかし石が転がっているのを見たとき、もう一つの言葉が心の中に浮かんだ。前兆に気がつくようになるのだよ。そしてそれに従って生きなさい。とあの王様は言ったのだった。前兆なんだ。少年はにっこりした。彼は二つの石を拾うと袋の中に戻した。彼は穴を作ろうとはしなかった。この石は落ちたければいつでも落ちることができた。彼は自分の運命から逃げないために聞いてはいけないことがあるのを学んだのだ。自分の意志で決定すると約束したんだ。少年は自分に言った。しかし石は彼に、老人は今もまだ彼と一緒にいると伝えた。そのことが少年に自信を与えた。もうさっきほど絶望してはいなかった。ここは見知らぬ場所じゃない。新しい場所なんだ。結局、少年がいつも望んでいたのはそれだったのだ。
新しい場所を知りたいということだった。彼のいる新しい世界は今は単なる誰もいない市場に過ぎなかったが、彼はすでにそこが生活に満ち溢れていた時を見ていた。自分のことを泥棒にあった哀れな犠牲者と考えるか、宝物を探し求める冒険家と考えるか、そのどちらかを選ばなくてはならないことに彼は気がついた。僕は宝物を探している冒険家だ。誰かに体をゆすられて彼は目を覚ました。市場の真ん中で寝込んでしまっていた。市場の活気がまた戻ってくる時間だった。周りを見回して自分の羊を探したが、彼はすぐに自分が新しい世界にいることに気がついた。悲しくなるどころか彼は幸せだった。羊のために食べ物や水を探す必要はなかったし、代わりに宝物を探しに行くことができた。ポケットにはお金は全くなかったが、彼には確信があった。冒険家のようになると前の晩に決めたのだ。彼はゆっくりと市場の中を歩いていた。商人たちが露店を組み立てていた。焦るのはやめて、のんびりと狭い通りを歩いてみよう。そうすることによってのみ、前兆を読むことができるのだ。彼はそれには多くの忍耐が必要だということを知っていた。そして忍耐がどういうものか知っていた。この見知らぬ土地で自分が羊から学んだ教訓を役立てていることに少年は気がついた。クリスタルを売る商人はその日、毎朝感じている同じ不安を感じながら目を覚ました。彼は30年間同じ場所にいた。ほとんど人通りのない坂道のてっぺんにある店だった。今となっては何かを変えようとしてももう遅すぎた。彼が今まで学んだことはクリスタルのガラス製品を売ったり買ったりすることだけだった。たくさんの人々が彼の店のことを知っている時代もあった。アラビアの商人やフランスやイギリスの学者、ドイツの軍人たちもみんなたくさんお金を持っていた。その頃はクリスタルを売るのはとても良い商売だった。年を取ったら金持ちになって美しい女と暮らそうと彼は思っていた。しかし時が経つにつれ、タンジェの町は変わっていた。近くのセウタという町がタンジェよりもずっと発展して、タンジェの商売は振るわなくなってしまった。近所の人たちもどこかへ移ってしまい、今では丘の上には2つか3つの小さな店が残っているだけだった。2つか3つの小さな店を冷やかすために、わざわざ丘の上まで登ってくる人はほとんどいなかった。クリスタル商人にはどうしようもなかった。彼はこの30年間をクリスタルを売買して過ごしてきた。今となっては他のことをするには遅すぎた。彼は午前中、店の前をたまに人が行き来するのを眺めて過ごした。彼はもう何年もこうしており、前を通る全部の人々の日課を熟知していた。しかし、ちょうど昼前頃に一人の見知らぬ少年が店の前で立ち止まった。彼は普通の服を着ていたが、クリスタル商人の経験豊かな目には、その少年が一文無しだということが分かった。入り口にかかっている札には、この店では何カ国かの言葉が通じますと書かれていた。少年は一人の男がカウンターの後ろから現れたのに気がついた。もしよかったら、ウィンドウの中のグラスを磨かせてください、と少年が言った。今のように汚れていたら、誰も品物を買いませんよ。商人は返事をしないで彼を見た。その代わり、何か食べるものをください。商人はなおも黙っていた。少年は自分が決定を下さなければならなくなっているのに気がついた。少年の袋の中には彼の上着があった。それを取り出すと、少年はそれを使ってガラスをきれいにし始めた。30分で少年はウィンドウの中の全部のグラスをきれいにした。少年がきれいにしている間に
二人のお客がお店に入ってきて、いくつかのクリスタルを買っていった。少年は磨き終わると、何か食べ物をください、と男に言った。外に行ってお昼を食べよう、とクリスタル商人が言った。彼はドアに札をかけ、近くの小さなカフェに行った。その店の一つしかないテーブルに座ると、クリスタル商人は声を立てて笑った。お前さんはガラスを磨かなくてもよかったんだよ。コーランにはお腹の空いた人には食べ物を恵めと書いてあるのだ。それならあなたはなぜ私に磨かせたのですか？クリスタルが汚れていたからさ。それにお前さんも私も自分の心から否定的な考えを拭い去る必要があったからさ。二人が食べ終わったとき、商人は少年の方を向いていった。お前さんに私の店で働いてほしいんだ。今日お前が働いてる間、二人のお客が入ってきた。それは良い前兆だからね。人は前兆の話をよくするんだな、と少年は思った。お前は私のために働いてくれるかね？今日いっぱいは働けます。夜明けまで働けます。そしてあなたの店のすべてのクリスタルを磨きます。その代わり、明日エジプトまで行くお金が必要なんです。商人は笑った。お前さんが1年間クリスタルを磨いたとしても、全部の商品を売り尽くして歩合を稼いだとしても、エジプトまで行く金はまだ借りなくては足りないよ。エジプトとここの間には何千キロという砂漠があるんだ。その瞬間、あたりがしんと静まった。まるで街全体が寝静まったかのようだった。市場の音も、商人たちが言い争う声も、お祈りの声も聞こえなかった。希望も、冒険も、年老いた王様も、運命も、宝物も、ピラミッドも消えてしまった。少年の魂が沈黙したために、世界中の音が消えてしまったかのようだった。少年はカフェのドアの向こうを呆然と眺めていた。死んだ方がマシだと思った。すべてが永遠に終わってしまったかのようだった。商人は心配そうに少年を見た。お前さんが国へ帰るお金を私があげるよ。少年は何も言わなかった。彼は立ち上がると服を直して彼の袋を取り上げた。あなたのところで働きます。羊を何頭か買うお金が必要ですから。少年はクリスタル商人のところでもう1ヶ月近く働いていた。でもその仕事は幸せにしてくれるような仕事ではないと分かった。商人はほとんど一日中カウンターの後ろで品物に注意して一つも壊してはいけないと少年にブツブツ言っていた。でも少年はその仕事を続けた。クリスタル商人は小言ばかり言う年寄りだったが、少年を正当に扱ってくれたからだった。少年は商品を売るとかなり良い歩合をもらって、すでにいくらかのお金を貯めることができた。その朝、彼は計算をしてみた。もし今までのような調子で毎日働き続けたとして、何頭かの羊が買えるようになるには、まだ丸1年が必要だった。少年は、僕はクリスタルの陳列ケースを作りたいのです。それを外に置けば、丘の下を通る人々の注意を引けると思うんです。今までそんなものは作ったことがないよ。そこを通る人が陳列ケースにぶつかって商品が込まれてしまうだろう。ええ、でも僕が羊を連れて平原を歩いていた時は、蛇に出会うと何頭か羊が死んだものです。それが羊飼いと羊の生活でした。商人はクリスタルのコップを3つ欲しいという客の方に向き直った。彼の商売はここのところとても良くなっていた。まるで昔の商売繁盛していた頃が戻ってきたかのようだった。商売が本当にうまくいくようになった。前よりずっとうまくいっているから、お前さんも間もなく羊のところへ戻れるだろう。それ以上何を望もうというのかね。
前兆に答えなければならないからです。少年は思わずそう言ってしまってから後悔した。商人は王様と会ったことがないのだ。しかし、クリスタル商人は少年の言ったことを理解した。少年がこの店にいるということ自体、一つの良い前兆だった。そして時の経過とともにお金がどんどん溜まっていったので、彼は少年を雇い入れたことを少しも後悔していなかった。そしてこんなに繁盛するとは予想しなかった商人が高い歩合を支払ってくれたおかげで、少年は十分すぎるほどのお金を受け取っていた。商人は少年が間もなく羊飼いに戻るものと思っていた。お前さんはどうしてピラミッドに来たかったのかね。ピラミッドのことをしょっちゅう聞いているからです。この辺りにはピラミッドを見るためにわざわざ砂漠を越えて行こうという人は誰もいないよ。ピラミッドなんてただ石を積み重ねたものだよ。お前さんの裏庭だって建てられるさ。あなたは旅をする夢を持ったことがないのですね。お店に入ってきたお客に対応するために向きを変えながら少年は言った。2日後、商人は陳列ケースの件で少年に話しかけた。わしはな、変化というものがあまり好きではないのだ。お前さんもわしも金持ちの商人ではない。もし金持ちの商人が仕入れに失敗しても少しも響かないが、私のようなものが間違いをしたら大変だからね。それは本当にその通りだと少年は思った。どうして陳列ケースを作った方がいいと思うのかね。僕は早く羊たちのところへ戻りたいのです。幸運が自分のそばにある間は、それを利用しなくてはいけません。それが助けてくれるうちに、できるだけのことをしなくてはなりません。それを幸運の原則と呼びます。あるいは初心者の月とも言います。商人はしばらく沈黙してから言った。マホメットはコーランを私たちに与え、我々が一生の間に果たすべき5つの義務を言い残した。最も重要なことは、唯一の本当の神だけを信仰することだ。その他は、1日に5回お祈りをすること、ラマダンに断食をすること、貧しい人には施しをすることだ。第5の義務は何ですか？2日前、お前さんは、わしが旅することを夢見たことがないと言ったね。我々の第5の義務は、巡礼だよ。少なくとも一生に一度、聖なる都市、メッカを訪れなくてはならないのだ。メッカは、ピラミッドよりずっと遠いところにある。わしが若かった頃、望みのすべては、お金を貯めて、店を始めることだった。いつか自分が金持ちになれば、メッカに行けると思っていた。わしはお金を貯め始めた。しかし、わしは他人に店を任せて出かけることがどうしてもできなかった。クリスタルはとても壊れやすいものだからだ。その間、人々はいつもわしの店の前をメッカに向かって通り過ぎていった。ある者は金持ちの巡礼者で、召使いとラクダを連れて旅をしていた。しかし、巡礼者のほとんどは、わしよりも貧乏人だったよ。メッカに行ってきた連中は、巡礼ができて幸せそうだった。彼らは自分の家の門に巡礼に行った印をつけるのだ。では、どうして今、メッカに行かないのですか？メッカのことを思うことが、わしを生かしておるのじゃ。そのおかげでわしは、全く同じ毎日を繰り返していられるんだ。棚に並ぶクリスタル。そして毎日あのひどいカフェでの昼飯と晩飯。もしわしの夢が実現してしまったら、これから生きていく理由がなくなってしまうのではないかと。怖いんだよ。お前さんも羊とピラミッドのことを夢見ているね。でもお前とわしとは違うんだ。なぜなら
お前さんは夢を実現しようと思っているからね。わしはただメッカのことを夢見ていたいだけなんだ。わしはな、メッカに行ってあの聖なる石の広場について、わしのそばにいる人たちと一緒に語り合い、祈る様子も想像した。でも実現したら、それが自分をがっかりさせるんじゃないかと心配なんだ。だから、わしは夢を見ている方が好きなのさ。その日、商人は少年に陳列ケースを作ることを許した。それから2ヶ月が経った。陳列ケースを作ったおかげで、多くの客がクリスタルの店を訪れるようになった。少年はもうあと半年も働いたらスペインに帰って60頭の羊に加えてさらに60頭の羊が飼えるだろうと計算した。1年も経たないうちに彼は羊を倍にして、その上アラブ人と商売もできるようになるのだ。もう彼らの不思議な言葉が話せるんだ。市場でのあの日以来、彼はウリムとトムミムを二度と使わなかった。彼にとってエジプトは商人のメッカと同じようにただの遠い夢に過ぎなくなったからだった。少年は仕事で成功し、タリファの町に勝者となって帰る日のことをいつも考えていた。お前は常に自分が何を欲しているか知らなくてはならない。あの年老いた王様が言っていた。少年はそれが何か知っており、今はそれに向かって働いていた。多分、この見知らぬ土地にたどり着き、泥棒にあってお金を取られ、一文のお金も使わず、羊の数を2倍にすることが彼の宝物だったのだろう。彼は自分を誇りに思った。クリスタルの商いや新しい言葉、そして前兆についてなど、重要なことをすでに学んでいた。ある日の午後のこと、彼は一人の男が丘の上で、こんな坂を登ってきたというのに、何か飲み物を飲む良い場所がない、と不満を漏らしているのを聞いた。前兆を読むことに慣れていた少年は商人に言った。丘を登ってくる人にお茶を売りましょうよ。この辺りではお茶はどこにでも売っているよ。でも私たちはクリスタルのグラスでお茶を売るのです。みんなお茶を楽しみ、グラスを買いたくなるでしょう。美しいものは人の心を引きつけると聞いたことがあります。商人は何も答えなかった。しかしその日の午後、お祈りをあげてお店を閉めてから、水タバコを一緒に吸おうと少年を誘った。お前さんは何を求めているのだね。もうお話ししたでしょ。僕は羊を買い戻す必要があります。そうするためにはお金を稼がなくてはならないのです。わしはな、この店を30年間やってきた。良いクリスタルと悪いものの見分け方、クリスタルに関することは全部知っている。もしクリスタルにお茶を入れて売れば、店は大きくなるだろう。しかし、そうすると、わしは自分の生活の仕方を変えなくてはならなくなる。でも、それは良いことではありませんか？わしは今の生活にもう慣れてる。お前さんがここに来る前、わしは同じ場所で時間を無駄にしているのではないかと、いつも思っていた。わしの友達はここから移っていって、ある者は破産し、ある者は金持ちになった。わしは時間を無駄にしたと思って落ち込んだものだった。でも今はそれもそう悪いことじゃなかったと思えるようになったんだ。今の店はわしにはちょうどいい大きさだ。何も買いたくない。どうやって変化に対応していいかわからないからだ。少年は何と言ってよいかわからなかった。老人は続けた。お前さんはわしにとって本当に恵みだ。今まで見えなかったものが今はわかるようになった。恵みを無視すると災いになるということだ。
わしは人生にこれ以上何も望んでない。しかし、お前はわしに今まで知らなかった世界を見せてくれた。今それが見えるようになり、しかも自分の限りない可能性に気がついてしまった。お前が来る前よりわしはだんだん不幸になっていくような気がする。なぜなら自分はもっとできると分かっているのに、わしにはそれをやる気がないからだ。二人はしばらくの間水タバコを吸っていたが、やがて日が沈み始めた。マクトゥーブと商人は最後に言った。それはどういう意味ですか？これがわかるにはアラブ人に生まれなきゃならないよ。まあ、お前の国の言葉で言えば、それは書かれているというような意味さ。そして商人は少年にクリスタルのグラスでお茶を売る商売を始めてもいいと言った。時には川の流れはもう止められないこともあるのだ。人々は丘に登り、頂上に着いた時には疲れ切っていた。しかし彼らはそこに爽やかなお茶を売るクリスタルショップを見つけた。人々は店の中に入ってお茶を飲んだ。お茶は美しいクリスタルグラスに入れて出された。ある客は、こんな素敵なグラスにお茶を入れるなんて考えたこともなかったよ。と言って、いくつかのクリスタルを買った。別の客は、お茶がクリスタルグラスに入れて出されると、香りが逃げないから余計に美味しいと言った。クリスタル商人のお店はとても繁盛し、大人気になり、そのニュースはすぐに広がっていた。ついに商人は使用人をさらに2人雇い入れなければならなくなった。彼はクリスタルの他に莫大な量のお茶を輸入し始めて、彼の店には新しいものを求める男女が競って訪れるようになった。そして月日が経った。少年は夜明け前に目を覚ました。彼がアフリカに初めて足を踏み入れてから11ヶ月が経っていた。彼はこの日のために特別に買った白い麻でできたアラビアの服を着た。新しいサンダルを履いて階段を静かに降りていった。街はまだ寝静まっていた。自分のためにサンドイッチを用意し、クリスタルグラスから熱いお茶を飲んだ。それから日の差す入り口のところに座り、水タバコを吸った。砂漠の香りを運んできた風の音を聞いていた。タバコを吸い終わると片方のポケットに手を突っ込んで、しばらくの間、そこに座ったままポケットに入れたもののことを考えていた。ポケットの中には一束のお金があった。120頭の羊と帰りの切符、そしてアフリカのものを輸入する免許を買うために十分なお金だった。少年は商人が目を覚まして店を開けるのを辛抱強く待った。やがて商人が起きてきた。少年は、今日出発します。僕は羊を買うのに必要なお金ができました。あなたはメッカに行くのに必要なお金がありますよね。商人は何も言えなかった。僕を祝福してくれませんか？あなたが僕を助けてくれたのです。商人は何も言わず、お茶の用意を続けた。それから少年の方を向いた。わしはお前を誇りに思っているよ。わしの店に新しい活気を持ってきてくれた。しかし、お前はわしがメッカに行かないと知っている。自分が羊を飼わないと知っているようにな。誰がそんなことを言ったのですか？少年は驚いた。マクトゥーブと商人は言った。彼は少年を祝福した。